ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアによる第2次大規模攻勢についての解説を行っていきます。また後半においては、現在欧米にてロシア軍による戦争犯罪への非難が一段と高まっていることについて触れていこうと思います。まず最初にお断りしなければならないのは、ロシア軍による第2次大規模攻勢というのは、ロシア軍が発表しているものではありません。あくまでも、ウクライナ側の情報当局やもしくはイギリス国防省などが言及している問題であって、発生する確率それ自体はそもそも低いと言われています。ただし気をつけなければならないのは、確率が低いということと、実際に起こるかどうかという問題については少し切り分けて考えなければなりません。何しろロシア軍によるウクライナ本格的な侵攻というのも確率はそもそも低いと言われていた出来事です。しかし現に発生しました。ですからロシア軍による第2次大規模攻勢というのも決して無視できる話題ではないのです。実際に起こってからロシア軍の狙いについて解説するよりも、発生する前にどのような狙いがあってそのような作戦が考えられているかについて最初から予備知識を持っていた方が未来予測について少し精度を上げることができるでしょう。まずはロシア軍による第2次大規模攻勢というのが一体何を意味するか解説を始めます。いつも使っている戦況地図を元にしてロシア軍の第2次大規模攻勢についての解説を始めます。赤く塗られている部分がロシア軍による占領地域、水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。この地図において忘れられている奪還地域があります。それは首都キーウ周辺における戦いにおいてロシア軍からウクライナ軍が領土を奪還したという事実です。この第1次の首都攻略作戦は完全に失敗に終わりました。しかし第2次の首都攻略作戦が発動されるかもしれないというのがロシア軍による第2次大規模攻勢というわけです。まず基本的なところから押さえていきます。ロシア軍の出発地点はロシア本国ではなくベラルーシ領からの進撃となります。これは第一次攻勢の時と全く同じようにして、ベラルーシ国境からウクライナの首都キーウまでは90キロということもあり、一気に攻め入ってしまおうというわけです。ただし、このシナリオ自体は非常に多くのニュースで取り上げられていて、そのようなシナリオが実現することは今度はもうないだろうと言われています。なぜならば、去年と違って今年の場合だと、すでにウクライナ側が首都防衛のために準備を進めていますから、待ち構えているウクライナ軍に対してさあ攻め込もうというのは自殺行為だと言えます。ですから、この作戦それ自体はあまり実現性がないだろうと考えられているわけです。ただし、ここで注意しなければならないのが、ベラルーシとウクライナとの国境線は1000キロにもわたっており、何も首都キーウだけが戦略目標になり得るわけではないのです。その目標が首都ではない可能性について言及しておきましょう。それは、ウクライナの西部の都市、リビウを狙うという作戦です。なぜリビウを狙うことに意味があるのか。それは、ポーランドからウクライナへと一般の商品物流とともに軍事品の支援なども入ってくる鉄道輸送ルートがあるからです。これまで西部地域はミサイルなどの遠距離攻撃が来たことはありますが、地上部隊による侵略は受けておらず、ヨーロッパ側からウクライナへとつながる物流ルートは維持されてきました。だからこそそれをロシア軍が狙おうとする、そこに大きな目的があります。これによって経済的な阻害だけではなくて、軍事的に言っても非常に大きな負担をウクライナに強いることができます。現在の主戦線は東部戦線であり、ウクライナの西部側に対しての攻撃を行えば当然のようにウクライナ軍は大きく戦力を東部から持ってこなければなりません。ウクライナ軍の戦力が減退するわけですから、ロシア軍にとっては格好のチャンスというわけです。ですから、東部西部連動しての大規模攻勢へとつながりやすいというわけです。この作戦においてよく言及されるのが、ベラルーシ軍がこの戦いに加わるかどうかです。ウクライナの情報当局、イギリスの国防総省、そしてアメリカの戦争研究所などは、ベラルーシの参戦の可能性は非常に低いと考えています。なぜならば、ベラルーシのルカシェンコ大統領の政治基盤は非常に不安定であり、ウクライナに対して攻撃するということは、彼の政権を守る武力が減ることを意味しますから、ベラルーシ国内において政権打倒の動きが出れば、これを封じる手がなくなるかもしれないからです。ですから、この作戦の肝というのは、ベラルーシ軍が参戦しない、つまりロシア軍だけの作戦として行われる危険性があるということです。
現在ロシア軍は追加動員の兵などを中心としてベラルーシに1万1000人程度の兵を置いていると言われています。これらの兵士たちの訓練は十分ではないために大きな戦力とはなり得ません。しかし、成果が出るか出ないかといった問題を横に置いたとしても、ウクライナ軍の戦力を分散させることができるだけでも、この作戦を発動させることによるウクライナへの悪影響は非常に大きいというのが大きな問題です。このようなロシア軍による第2次大規模攻勢のシナリオが考えられているまさにその最中において、欧米でのロシアへの非難の声がより高まっています。そのきっかけとなったのが、ロシア軍による市民への無差別攻撃です。部隊は東部戦線から100キロも離れたドニプロです。この地域は前線から100キロも離れていますから砲声が届くことは基本的にありません。市民は普段は日常生活を送っているところです。しかしそこにロシア軍によるミサイル攻撃が行われました。集合住宅が立ち並ぶ地域に大型ミサイルによる攻撃があり、9階建ての建物が吹っ飛びました。現地で撮影された写真などや映像の中には、遺体が映り込んだものもたくさん出ているわけですが、それらは積極的に報道されるわけではありません。一方において、助けられた人の映像については、一般的に広く公開できるものですから、こちらの写真が有名になっています。こちらの写真の黄色の部分、ここの部分に人がいます。この集合住宅に住んでいた一人の女性が爆発の中生き残ったのです。ただし、ここに住んでいた他の家族は死亡し、またこの女性の結婚相手もまたすでにロシア軍との戦いで戦死していたそうです。この女性はこの後救出されました。さて、ロシア軍による攻撃でこの建物がどれほどの被害を受けたか少し見ていきましょう。こちらの写真をまず覚えてください。こちらは Google Earth に残されていた攻撃前の建物の写真です。ミサイルの着弾によりこの建物が崩壊していることがわかります。ロシア軍の使用した兵器は対艦ミサイル KH-22、射程は600キロ、重量は 5.8 トン、全長 11.65 メートル、建物でいうと4階相当分の大型ミサイルです。このミサイルはソ連時代に開発されたもので、精密誘導システムを持たない大雑把に攻撃するものです。インターネット上では親ロシア派の人たちが何とか擁護しようとしていますが、このような兵器を使った住宅街への攻撃というのはそもそもの戦争犯罪であることは明らかです。それではまずは第二次大規模攻勢の肝についての話をしておきましょう。紹介したシナリオとしては首都キーウを狙うパターンと西部の都市リビウを狙うこの2パターンについての解説を行いました。この作戦の肝は何といっても別に首都を落とすことが成功しなかったとしても、リビウを落とすことが成功しなかったとしても、そしてそれらの攻撃に投入した兵力がたとえ全滅したとしても、ロシア軍は一切気にしないという点です。この作戦の目的そのものは、ウクライナ軍の戦力を東部戦線から少しでも引き剥がして、それによって守りの薄くなったところをロシア軍が東部で大攻勢をかけて、戦況を大きく自分たちに有利に導こうというものです。なぜそのようにして首都キーウを狙うことや西部の都市リビウを狙うことが失敗に終わるだろうという前提で話をするかといえば、この地域における侵略には非常に無理があるからです。まず第一に首都に対する第二次攻撃というのは、守る側のウクライナとしては備えを整えている状態ですから、まともに進めるわけがありません。また西部の都市リビウを狙う場合においては、ここには地形的な問題があります。それはこの地域においては、元々の湿地帯や、そして幹線道路などが大きなものがないこともあって、そう簡単には大軍が一気に進軍するということが難しいのです。ですからそのような場合において、それでも進もうと思えば、歩兵主体の徒歩による侵略というかなりのんびりとした攻撃になります。そのような部隊に対してウクライナが戦力を割いて、例えば機甲部隊で対応したとすれば、あっという間にロシア軍の歩兵部隊を一掃することも可能なわけです。西部の都市リビウを狙うのは困難でしかも失敗する確率が高い。同じく首都キーウを狙うにしてもやはりこちらも待ち構えていたウクライナ軍による頑強な抵抗にはやはりこちらも失敗に終わるだろうというわけです。ただしここ最近のロシア軍の戦いを見ればわかることなのですが、ロシア軍は損失が出る、つまり兵士がたくさん亡くなること、それ自体が何か問題になることがない異常な軍隊です。これはまるで第二次世界大戦時のスターリンと全く同じで、
兵士たちが亡くなることよりも、むしろ政治指導者にとって戦略目標を達成することができれば、それで全て万事 OK という考え方が今のプーチン大統領にも当てはまります。ですから、西部地域における捨て駒のような形での部隊投入といったものが東部地域において少しでも前進できるなら、それで何が問題があるんだというような考え方をプーチン大統領がしていたとしても全く不思議ではないのです。しかし、このような味方に対する人命軽視は同時にウクライナの人たちに対する一般市民を含めた無差別攻撃という、こちらも人命軽視甚だしい国際法違反により、欧米の怒りがより高まっています。その一つの顕著な例として今回取り上げたのがドニプロにおける集合住宅へのミサイル攻撃です。周辺は住宅しかないようなところに対して軍艦を吹っ飛ばすような大型ミサイルを撃ち込んでおいて、悪びれもせず軍事施設を狙ったんだみたいな話をするわけですから、ロシアの異常性はより際立っています。それは開戦当初から全く変わらない姿勢であり、ロシアは決して戦争犯罪をやめる気はないということを改めてまざまざと見せつけています。そのような姿勢も相まって、欧米からの批判が高まるとともに、ウクライナに対する軍事支援も確実にグレードアップしているというわけです。先日イギリスが戦車をウクライナに供与することを発表し、それ以後においてドイツに対しても同じように戦車供与を行うように働きかけたといった報道なども出ています。欧米においてロシア批判が高まっていることもあり、ますますドイツに対する戦車供与、そして他の国がドイツ製の戦車をウクライナに供与することに対して承認するような、そのような圧力もより高まっていると言えるでしょう。何にしても忘れてはいけないことなのですが、ロシアは国際法違反を犯して侵略を行っています。非合法な軍事力の行使です。一方においてウクライナは自衛戦闘において軍事力を行使しています。これは国際法に認められた軍事力の行使です。戦争犯罪者に対する協力者はいわば犯罪の片棒を担いでいるのであり、一方において自衛戦闘において軍事力を行使しているウクライナに対する軍事支援は国際法にも認められた合法的な行為です。この違いというものを決して忘れないでください。日本国内においてはこの違いが分からず、殺し合いをしているんだからどっちもやめろみたいな言い方をする人がいますが、それははっきり言えば間違っている考え方です。話の本筋はあくまでも侵略国家による侵略をやめよ、ロシア軍撤退せよというのが第一の言葉なのです。これを忘れてはなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ロシアが第2次大規模攻勢としてウクライナ西部やウクライナの首都を狙った攻撃を行うかもしれないということがウクライナの情報当局や欧米からの情報として上がってきています。確率は低いとは言われているものの、それが行われるとどのような影響があるかについて今回は解説を行いました。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を見終わったら評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。